始まりました。ホットバージョン。いいね。素晴らしいですね。頑張りました。はい。皆さん今年からヤリスカップでレースデビューしたんですよ。どうなの結果は？どうですか？結果はまあ本当に一番下です。先生が悪いんだよ。先生は俺？お前だよ。俺か。そうかもしれないです。先生がいいと成績ってこう上がってくる。あ、なるほど。まあそうですね。先生のせいですね。そうだよ。まあというわけで今回はですね、なんと久々の新旧バトルです。マーヤとパパ。違います。千田さんは古い方ですよ。千田さんは旧の方です。旧。まあいいよ別に俺は昭和だし。そうですよね。というわけで今回は新型 GR86 の開発ドライバー佐々木選手と、GR のエンジニア藤原さんに来ていただきました。よろしくお願いします。もう今やもうびっくりの佐々木選手。開発ドライバー。開発ドライバー。いい車作ってるみたいですね。そうですね。だいぶこういろいろわがままを言わせていただいてですね、みんなで、いい車に作っていい車になったんじゃないのかなと思います。なるほど。なるほど。藤原さんが開発したの。そうですね。佐々木さんにいろいろアドバイスいただきながら、まあ86が目指すべき道はこういう方向だよねということを佐々木さんからコメントいただいて。あ、そう。はい。あとですね、ぜひですね、僕らがしっかり作ったこの GR86 をですね、土屋さんと折戸さんにしっかり乗ってもらって試してもらいたい。いや、つくばでは初めてだよ。俺初めてです。富士と袖ヶ浦で乗ったんだけど、つくばは初めて。楽しみですね。はい。つくば。旧型は、2台用意してます。ほう。2台。1台はホットバージョン号の白いやつ。もう1台は僕のマイカーを持ってきました。インチキじゃんお前さ、あれスーパーチャージャーついてんじゃん。そうですね。ちょっとカスタムしてるスーパーチャージャーのオートマ仕様です。僕のは。ちょっとじゃないよあれ。俺だってお前んち行って乗ったけど早かったもんすげえ。鼻出た。じゃあ新旧バトル行ってみたいと思います。どうぞ。新型は旧型をどう超えているのか。新旧バトル新型 GR86vs 中古86。デビューして10年、その新たな進化が胸を躍らせる GR86 最終プロトタイプ。エンジンは排気量アップにより28馬力上げられ登場。車重は増えたがパワーウェイトレシオでは向上。さあどんな差が体感できるのか。さあ新型 GR86 つくば初です。今まで富士スピードウェイだとかね、袖ヶ浦では乗ってきましたけど、つくばでどうか、これを検証してみたいと思います。 DK インプレッション。これはもうほんと富士と袖ヶ浦で乗ったけど品がいい車になったよ。質感が高い、しっとりしてる。動きがね楽しい。スバルの BRZ はどっしりしてる、後ろがね。だから安定志向。 GR86 は前後のバランスがもう楽しい車になってるよね。僕の86はFT86 はね前期型で200馬力だったんですけど、この 2.4 リッターになって235馬力、トルク 25.5。 もうやっぱこう FT86 に乗ってた人からすると GR86 ってもう喉から手が出そうなほど欲しい車だよこれ。車重は1270キロ。さあどうか。パワフルだね。このトルクもいいね。楽しい。ここのトルクが増えたんだよ。
タイムは1分8秒866。タイヤの特性からか若干アンダーっぽさが顔を出す。しかしコントロール性ははいはい良さそうです。いやー、いい車だよ。とっても楽しいんですけど、やっぱどこ走っても楽しいね。 GR86 後ろの動きがいいよね。絶対的にその前後のバランスと、滑るの嫌な人は BRZ の方がいいだろうね。楽しいって分かる人は GR86 の方がいいと思う。いやー、楽しいわ。やっぱね、僕が乗ってるのは2リッターでしょ。でトルクも細いしパワーもないんだけど、やっぱりあれですごく楽しかったんだよね。だけどそこにさらにこう輪を広げて楽しくなってるよね。トルクもあるし、だから出口までトルクが続いてるっていうのがすごい楽しいんだよ。でパワーもあるしね。やっぱこう2リッター乗ってる我々からすると本当に欲しくなる車。いや、初めて GR86 新型で筑波サーキット走ります。めっちゃ楽しみです。行きます。お、早い。もうこの時点で旧型と全然違うね。しっとりしてるよ。早い。気持ちいい。トルクバンドに入った時の加速感。あらら、オリダーも笑顔満点って感じです。リアのね、内輪の接地感が非常に高いんだよね。その割にフロントはシャープに入ろうとするから、よく曲がるくせにリアは粘る。待ってるとすごいノーズが入ってくるもんね。いや、これは最高だよ。もう2リッターには戻れないでしょ。いやー、これは旧型オーナーは悩んじゃうかもっていうくらい評価が高いぞ。ノーマルでここまで走れちゃうんだよ。これ確かにサーキット走るにはタイヤを少しグレードのいいやつに変えたら、もっとこれだけで全然楽しいね。よく曲がる。音いいじゃん。作られた音って言われてるけど全然最高だよ。俺は好きだな。タイムは1分8秒103。そして恒例のドリフトチェックです。でもね、なんかすごいサスペンションのストローク感がすごいあって、特に伸び側の設置がすごい高いんで、車がねオーバーステアになろうとしてもタイヤが掴んでんだよね。すごいね。いやー、新型、これは伊達じゃないな。いい車。
車でした。楽しみです、自分の車が来るのが。今ねちょっと僕もオーダーしてるんでね。いや、こういうところのブーンっていう低回転からのトルク感が今までの2リッターにはないからね。いややっぱエンジンのトルク特性が非常に良くて、もう現行の2リッターにはこれちょっとこれ乗っちゃうとなかなか戻れないね。トルク感とその回転の上がり方がすごく良くてめちゃくちゃ楽しい。これね本当に今このタイヤだけだとサーキットだとちょっと滑っちゃうけど、タイヤだけワングレードとかこう上げたらもうこの状態だけでめっちゃ楽しいね。あとブレーキだけちょっとやればね、最高のベース車両になると思います。全体的にはブレーキからターンインしていくとこ、86が苦手だったゾーンがすごくいい。開発ドライバーの佐々木選手もインプレッション。タイムは1分7秒台をマーク。ガーサスちょっとねタイヤが垂れちゃってるんで、内圧をね調整すればもう少しいいタイムが出たんじゃないのかなっていうふうに思います。冬場だったらここから1秒ぐらい速くなると思うし、基本的に動きがいいので、ドリフトもしたいと思ったらするし、グリップさせようと思ったらできるし、意のままに操れるっていうのが最大のコンセプトなので、そこがねうまくしっかりできてて楽しいです。はい。マックスオリドレーシング86スーパーチャージャー AT 仕様。僕の86は、基本的にベースがオートマ仕様です。オートマ仕様で、マックスオリドのオリジナルエアロパーツが、フロントリップ、フロントフェンダー、サイドステップ、リアフェンダー、リアディフューザーなどついておりまして、エンジン周りでいうと HKS のスーパーチャージャーのベーシックなキットがついてます。だいたい馬力でいうと220馬力30馬力弱ぐらいだと思います。そして最近ファイナルを 5.1 に変えて、LST が入ったんで結構ですねオートマの割には、シフトアップシフトダウンが、ご機嫌な感じになりました。サーキットでも結構楽しい仕様だと思います。基本的にはストリート仕様なので、今回足回りを KW の弟分の ST というブランドのね、どっちかというとちょっと安めの車高調整式、のストリートの足回りをつけてきました。でタイヤはアドバンネオバです。こういうような本当に至ってストリート仕様ですね。でブレーキパッドは、オプションのブレンボのキャリパーが入ってるんですけども、プロジェクトミューの、サーキットスペックのパッドが入ってます。このぐらいの仕様と今モデルね新しい新型の86がどのぐらいのパフォーマンスの差なのか、その辺見れるチャンスだなと思って今日やってきました。マックスインプレッション。1コーナー3で抜けて4速ぴったんこ。エアピンも3ですね。3でタイトに回って3のままダンロップ、軽くブレーキ、3から4。めっちゃ楽しい。足回りは今回、ST というね、カーベイの弟分ブランドスプリングレート6キロ5キロ、比較的誰でも手に入れられるセット。最終コーナーもよく曲がる。発表前のニューネオバをこっそり履いてきたせいかタイムがめちゃくちゃいい。いやこれ速すぎです。森道号です。こういうサーキット走るの初めてなんでオートマでスーパーチャージャーねご紹介したいと思います。 DK インプレッション。なんかねずっと乗ってたい。本当にこうバランスのいい車。なるほど、旧型でもこの手でいけば全然ありかもです。これめっちゃいいぞ。本当に本当にめっちゃいいこの車。オートマでも全然楽しい。
ボリドもいい車作るね。タイムは1分6秒台。早いです。オートマ全然楽しいじゃん。もうなんかこういう風に仕上げてやるとなんかオートマでも全然いいやって感じ。そのスーパーチャージャーのトルクとパワーで、あとはね足がすごいしっとりしてて怖いところがない。すごくこうバランスよく仕上げてるこの車は。オリダーが今回ダマ店で新しいネオが入ってきたんですけど、どうでした？デイリー見てみて。あ、タイヤは割とグリップしてる。結構いいタイヤだよこれ。なかなか。ホットバージョン86万円号。実はこの車は新旧バトルがいつか実現するであろうということで購入しました。ついにその日が来ました。タイヤは新型と同じ PS4 です。10万キロ走った86でも、足と、ミッションデフとか、マウント関係とか、ブッシュ類を見直すと速くなりますよっていう、お手本みたいな形ですかね。だから10万キロ以上走った86も前期型でも捨てたもんではないというところですかね。はい。DK インプレッション。いいんじゃないですかね。なかなかいいんじゃないの。なかなかいいんじゃないの。タイムはちょっと振るわず。無駄な動きを楽しむね。これが86の醍醐味ですよ。普通にどこもやれてないよ。普通に走れる。もうだから全然これで楽しいよね、乗ってても。そういう車だよね。だから足回りとファイナル変えただけでこんな楽しいんだからさ、もうピットインが出なきゃずっと乗ってるよっていう車。新旧バトル GR86vs 中古86。ホールはドリドリ。それでは新型 GR86 に対して旧型でどこまで戦えるか。タイヤは一緒です。勝負してみたいと思います。新型佐々木選手。はい、新型86開発ドライバーの佐々木正宏です。バトルはですね、旧型に負けないように、新型のいいところを見せたいと思います。頑張ります。オートマでも速いオリダーが最後尾。はい、僕はですね、ZN6 の86と新型の GR86、これの違いを後ろからちょっとチェックさせてもらって、その後に、現行の86でね、こうチューニングしてる僕の車でどうか、その辺もちょっといろいろ見てみたいと思います。つくば5ラップスバトルスタート。スタートダッシュを決めたのはどれどれか。佐々木選手はどうなんだ。これはリプレイチェック。ドリドリはいい感じ早いな新型で、こっちもいい感じ。早いな、僕の方が。全然伸びるし、ちょっとね、こう 2.4 のねトルク感やっぱりあるんだよね。まず後ろから見た感じ、新型 GR86 の方が一回り大きく見えるね。新型ストレート全然伸びるし。旧型が勝っている部分はあるのか。頑張れドリドリ。ここら辺でね、しっかり踏むと前に近づいてくるこの感じと、やっぱ前に行く感じ、このトルクの違いはかなりあるんじゃないかなって。迫られてる。蹴ってます。クラッチ。ちょっとスライドしながらでも
前に出る感じもあるし、ストレート速いな新型ちょっと。軽さを生かしてコーナーでは離したいところ。しかしもう差がないです。ロックオンとはまさにこのこと。頑張れドリドリ。足もいいんだろうな新型は。 TRD の車高調入ってるよこれ。もう無理かな。なんか新型には余裕が感じられる。これポテンシャルの高さ感じるよね。これカスタムしてったらすごい車になっちゃうの。楽しそう。もう無理だな。これターンインのところもねすごい速いんだよね。いけいけいけ。ベタ付けだよ。行かせてもらっちゃいます。津田さん全然速いんだけど。危ない。危なかったですよ今。やられた。から間に入りましょう。オリドンのは全然速いじゃん。それはそうだ。スーパーチャージャーとニューネオバだ。置いてかれる。ああこの辺はトルクだな。 2.4 リッターのトルクだよ。抑えきれないかもな。でも負けたくない。この辺はタイヤの差が出てますよね。蹴ってます。コーナーも速いね新型ね。ちょっと速い。ちょっとやっぱ足もいいよね。新型滑ってないもん。若干ちょっとこっちの方が早いかな。超遊ばれてる。佐々木選手はここで多角形コーナリングを披露。くの字に曲がって早めのアクセルオン。しかしマックスオリドレーシング86が速い。オートマでもこれは旧型の集大成って感じ。いやこれからが楽しみな車ですね。ノーマル買ったままの状態でつくばねこんなに走ってブレーキが大丈夫っていうのはすごいよね。ちょっと行っちゃいましょう。速い。さすがの新型もスーパーチャージャーにはかなわない。やられた。抜いた1位じゃないですか。だから旧型はさもうタイヤとかサスペンションでなんとかするしかないね新型に対してね。ボリード速い。じゃあ今回パパ負けちゃったって言わなくていいんですかね。はい、パパ頑張ってます。佐々木選手はドリフトコントロール性をチェック。ものすごいここでもねすごいコントロール性がいいんだよね。簡単にねこうスライドコントロールを楽しめる感じ。そのねコントロール性の良さも
もねこの車の本当に魅力だから、グリップでも速くてで走ってもドリフトしても面白いっていうね。最終コーナーつながるんだよこれ。すごくない？いやー、これはすごい。グリップもドリフトもいける。でも勝ったのはパパです。パパ、今日は勝てました。おいおい、まあ今日はね車の僕ちょっとハンデがありましたね。すごいねパパ。いやいやいや勘弁してください。もうパパすごい。今僕ちょっと最初後ろから2台を見させていただきましたが、まず一番最初に感じたこと、新型圧力めっちゃでかい。でかい。でかく見える。あ、そう。すごく白いのがコンパクトに見えて、この赤い新型はすごいドーンとしてる感じ。リアビューは全然迫力が違いましたね。動きは新型はなんかね、しっかり内輪が伸びて使えてる感じ、だからサスペンションストロークがすごく有効に使えてる感じ。そのストレートだけではなくて、タイの時もちょっと分があるかなっていう、やっぱりさっき折戸さん言ってる内輪接地の部分があって、しっかり頭が入ってきてオーバー出ないっていうところもあるし、めちゃくちゃこういきそうなんだけど伸びてるからクーッとそうです、しっかり捉えて旋回してんだよね。いやちょっと楽しみな車ですね。新型にさ、はいいいタイヤ履かしてみたいね。それ見たいですね。現行215でこれだけさ、はい。割といい走りちゃうんだもんね。いい走りしちゃうわけだから、だからあんたが開発してるニューネオバー、いやいや、はい。あれとかポテンタの 71RS とかさ、土屋さん、僕が 71R 開発してるんですよ。ああそっか、はい、だからこれと組み合わせれば最強です。それちょっと見たかったですね。はそれで折りでやっつけよはい。う。よし、次回はそれだな。い。なんでそこでいきなりタッグを組んでるんですか。最後の3台見ててとてもかっこよかったです。そうですか。ありがとうございます。お前はパパしか見てないでしょ。ちゃんと見てました。ということでね、はい皆さんもノーマルでこれだけの実力があるということが分かっていただけたと思います。はいバイバイ。ひねくれてます。全然面白くない。次回は DK86 が登場か。お楽しみに。